ビンさんとしても、だいぶこれ、やっぱり9本ぐらい特撮シリーズの線を重ねて、随分動き方も変わってきてますよね。変わってきてます。で、苦しさがね。軽やかになるような感じにっていうふうにも言われてますから、その軽やかさをっていうね、そんな感じ、なんとかね、少しはやろうよみたいな、そんな自分に言い聞かせてね、やってましたけどね。でも苦しさは一緒ですよ。苦しいことは苦しい。まず、呼吸が随分制限されるところで、そうなんです。息が上がるっていうのをどう呼吸法とかで、なんていうんですか、ウルトラマンの芝居をね、保ってたのかなっていうのが僕らの。あれやっぱり、カットが長かったら肩で息するようになりますよ。でもそうすると、どうしても人間みたいに人間臭くなってしまう。ダメなんですよ。だからその前にカットしなきゃいけない。戦ってる時はね、別に見えませんしね、細かい戦い終わって、ふふやってると、やっぱりね、それはちょっと、だから、そんなことでね、やっぱり、中島先輩とね、一生懸命ね、やるというね。あれも、盾でね、中島先輩はこうやったらこうやれ、こうやってこうやれ、こうやってっていう、そういう盾じゃないですから、だから、ああいういいカットが取れるんですよね。一つ一つ盾をやってたら、カメラマン、やっぱり、そこならそこで固定して、見てばいいんですから。その一番効果的なカメラ位置で、そうです。そこで段取りを決めればいいんですもんね。そうじゃなくて、手持ちでね、追っかけてる鈴木カメラマンとかね、そういう方いっぱいいらっしゃいますからね。アリフレックスの手持ちの16とかを持って、とかってやってる。臨場感のある戦いを、怪獣とウルトラマンの間に入るようなカットとか。よかったんですよね。あとはパンチと言いますか、殴りですね、ウルトラマン。あれはね、硬いゴムでね、拳でね、殴ると痛いんですよ、こっちが。だからね、拳でね、1回か2回殴って痛くてね、もう平手ですよ。はい。ちょっと相撲のような。もうそれしかね、できない。危ないですしね。だからね、ボクシングは絶対できないですね、痛くてね。だから、空手みたいに寸止めすればいいんですけど、ボクシングって殴るでしょ。やっぱりこっちにね、痛さがね。そうですよね。まあ、中島さんはね、肉襦袢ですから、殴ってこいって言うわけですよね。全然。寸止めじゃなくて、当てていいよっていうことですよね。本当に殴れって言いますからね。でも殴れって言っても、僕はこんな熱いんだから。向こうは大丈夫で。ビンさんはたまったもんじゃない。こっちは薄いやつでね、ほんと素手と一緒ですからね。そうですね。で、変なところに当たるとすぐ破けるしね。またそこで止めて、中断して。だからそういうのがあるんでね、やっぱり時間かかりますよ。なるべく空手とかね、要するに平手でね、やる方が楽なことだ。本当に、本当思いっきり殴れないですよ、痛くて。ちょっとね、このガボラ戦の映像を見てても、ちょっと本当に、本当マジに、ビンさんの、ちょっと痛いんだなっていうような感じがちょっと残ってます、出ます。だからあれが人間的になっちゃうからダメなんですよ。っていうことなんですよね、あれはね。だから、なるべく人間的な痛いのを我慢してやらないとダメかなっていうね。だから平気で、もう痛いんだから平気でね、痛くないように見せてやるとか宇宙人だみたいな。そういう意味ではね、とにかく素手で殴ってるって一緒なんです。そうですよね。何もつけてないのと同じです、ね。同じです、同じです。だから、まだウルトラセブンのような革のグローブだったらちょっと。ならいくらかいいでしょ。そうでしょうね。だって、革のグローブだから。絶対避けないしね。そうですね。丈夫ですからね。で、ちょっと熱いですからね。あれだったら大丈夫ですよ。だから、ウルトラマンの場合は。上に下はもう思いっきりいつもやってますよ。空手より、こっちの方が強いです。まあ、第2期の、はい。帰ってきたウルトラマン以降も、グローブは
本当に革のグローブを使っていましたけど、うん。本当でもウルトラマンのやっぱり継ぎ目のない、本当撮影は大変ですし、演じるビンさんも大変ですけど、あれはやっぱり魅力ですね。魅力でしたよね。でもなんだろう、セブンの時に俺がっかりしたの、なんでグローブをはめてんのかなと思ったんですね。やっぱあれは撮影の時間を短縮するために、また経費を少しでも安くするようにっていう配慮でしょうね。まあそこは、成田さんは OK はしなかったでしょうね。あれだってグラウだって。どうでしょうかね。無理ですよ。まあでも成田さんには言ってないでしょうね。どうでしょうね。まあ合理化と言いますか、そこはある程度の路線の変更で、まあ、ウルトラマンよりも、まあ一回ウルトラマンで経験したことで、まあウルトラセブンは少し合理的になったという考え方もありますし、あれはまあ、本当にウルトラマンと違って、ちょっと戦闘用の戦闘スーツなんだみたいな感覚かもしれません、ねそうですね。グローブでもいいかなっていう、そういう骨格とか、そういう感じはしましたよね。イメージ的にはね。甲冑的な飾りもありますし、ウルトラマンのような、そういうやっぱり、ね、洋服を着ているような存在ではない。やっぱり、まあ、ひょっとすると、ね、地球にいて早田隊と合体しないとこういう形にはならないんじゃないかなっていうぐらいの不定型的な、継ぎ目も洋服着てるとかそういうマントも何もないっていう、つなぎ目もどこにもないっていう、ウルトラマンとウルトラセブンだとちょっとキャラクターの違いっていうのはあるのかもしれません、だからグローブで良かったのかもしれないね。セブンはね。帰ってきたウルトラマンはやっぱりグローブじゃまずいし。いやいや、でもあれも、この初代ウルトラマンとは違う人物になりましたから。違う種族というか。種族で。はい。番組内、ドラマ内のね、設定では別人ですし。それでいいんですよ。いいと思う。そうです。そこだから、俺が帰ってきたわけじゃない。そうなんですよ。別の、地球人にとっては同じようなウルトラマンですけれども、だけど違う。別人ですので、はい。ちゃんと出てきますから。そう。最初出てこなかった。最初出てこないですね。そこはあれだったんですね。まあ同じ M78 星雲。はい。光の国の。でもじゃあ、最近はジャックですか？まあ、途中から、その差別化のために、シンマン。ジャック。ウルトラマンジャックという名前が与えられてますけれども。ジャックね。はい。もともとウルトラマン太郎の名前だったんですよ。そうなの？はい。まあ、エースもあるのでジャックもあるっていうことなんですかね。ウルトラマン太郎の名前が、最初企画時はウルトラマンジャック。にしたね。それが、まあ、ウルトラマン太郎という名前ができて、ジャックは帰ってきたウルトラマンの方へシフトしたということなんですかね。すごい後ですけど。いや、後付けというか、まあ、ジャックって名前もだいぶ浸透してますけどね。そうですか。はい。まあ僕たちは、帰ってきたウルトラマンとちゃんと呼ばないとなんか、なんかない、帰ってきたウルトラマンと言わないと、なんとなく僕らの世代は座りが悪い。そう。でも、カイリマンとか、シンマンとか。まあ、シンマンか、帰ってきたウルトラマンっていうところ。フルで言いたい感じ。シンマンってのは業者が言うんじゃないですか？いやいや、そんなことないですよ。そうです。不安の方言わないじゃないですか。シンマン言います。言うんですか？言います。僕らも。そうなんですか？言うことありますよ。帰りマンって言い方あんましないですね。僕たちは。帰りマンね。やっぱり帰ってきたウルトラマン。帰りマンは、それこそ業者が言ったんじゃないですか。どうなんでしょう。ちょっと、クロートっぽい感じがしますね。でも、シンマンっていうのはおかしいな話だよね。まあ、シンマン。新しい、まあ、ウルトラマン2世なんていう言い方を、を使った時期もあるんですけど、定着しませんでした。まあ、それは置きつけおいて、ガボラですが。ガボラの話はもう、つきませんよ。先輩がいっぱいいるね。ガボラがウラン光線を吐いて、ウラン怪獣。ウラン光線をガーッと吐いて、ウルトラマンが避けるシーンがあるんですけど、あれは逆転なんですかね？これジャンプして。あれは逆転。あれは普通ですよ。普通にジャンプして。そうです。まあ合成してないです。合成はしてない。なるほど。結構ね、ウルトラセブンの上西さんは、逆転カット多いんですよね。そうなんですか。アイスラッガーも、一回、はい。投げるところを逆転して収めたり、ジャンプも、
降りたところを逆回転させて、そうなんです。後ろ向きに飛び上がったり。うんでもそうするとちょっと破片も一緒に戻ってきちゃったりなんかしちゃってですね、ああ、なるほど。ちょっとあれって思うこともありますけど、僕の場合は全部、直で、じゃあジャンプでバッね、ひらりと変わります。ひらりが、ひらりと。いや、左にならなかった。いや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 最初のうちは。でもね、カット割りも巧みで、うん。このガボラ改めて見てますと、うん。本当に必ずしも格闘シーンはうん、カット繋がってなかったりするんですよね。ああ、はいはいはい。でもそれでも全然気にならないですね。うんまあ、視聴者はもう怪獣かウルトラマンかどっちか、そうですね。ずっと見てますから、うんまあ多少こうジャンプしてカットがうん、荒い繋ぎでも逆にかっこよく見えたり。そう。でもやっぱりね、ガボラはね、やっぱり先輩の動きはね、やっぱり最高ですよ。そうですね。投げられ方もすごいしね。投げられた後のね、そうですこのね。余韻残したね、ええこの強いし、死ぬ時だってすごいですよね。かっこいいですよね。起きて、やっと起きて、そうなんですよね。で、で、力つって逆。ワンカットでね、ずっと回してね。で、目の光が消えるところも、かっこいい。上の方の背びれというか、襟巻きというか、ヒレを、両方ともウルトラマンにむしられてしまって。そういう意味じゃ、本当ウルトラマン、残酷なところありますよ。本当にいけないことですけどね。シナリオ段階ですと、なんとガボラをですね、富士山に向けて投げ飛ばす。投げ飛ばせない。富士山だったという。富士山まで行かない。それでその山雪崩が起きて埋まるみたいな設定だったみたいですけど、さすがにそれは表現できなく大変だったので、そうですよね。現場ではまあ、ウルトラマンおとなしい死に方ですよ。割とこう、スペシウム光線じゃないんですよね、これ。ねえ、これすごいですね。意外と初期はですね、毎回、意外と、なんかこう先入観で、毎回撃って怪獣がつけてるようなイメージあるんですけど、最後はだから、スペシウムで、はい、とどめを。と思っちゃいますけど、意外と初期はいろいろなバージョンって言いますか。ねえ、そうですね。バリエーションありますね。怪獣とのとどめも、面白いです。まあね、ゲスラはね、やっぱりね。ゲスラ。じゃゲスラでガボラか。ガボラ。はい。ガボラはね、すごい。まあ、中島さんとの思い出いっぱいありますよ。戦いでしたという。ね、こんなことがね、先輩とやるなんていうことがね。想像できないですよね。もちろんその、役者さんとして。できないですよ、じゃあ。まさにゲートルの巻き方を、そう、戦争映画の、旧日本兵の、ゲートルの巻き方を中島さんから伝授いただいた。教わったというね。そんな話をね、前したことあるんですけどね。その先輩と、ウルトラマンの中に入るってこと自体はもう、想定していないことですよ。全くしてないですよね。で、中島さんと戦うなんてことも全くそうですよね。想像も想定もそんなもんじゃなくて、やるわけないと思ってるからね、全然考えたことないから。でもそれがね、やっぱり一つのね、スクリーンの中で一緒にやってるっていうのはね、これはね、なんて言っていいんだからわかんないですね。やっぱ二人の、やっぱり東宝時代からのなんか心のつながりみたいなものなんでしょうね。だから、他のぬいぐるみに入っている人たちとの感覚ってやっぱ全然違いましたもんね。ああ、そうですか。泉さんや、泉目之助さんや、梅ちゃんとかね、荒木照夫さんと絡むときとは、原さんとかね、はい。あと鈴木邦夫さんという方とかね。後の、はい。もう大ウルトラマン怪獣の、はい。後期のウルトラマン怪獣の大スターですね。大スターですよ。そういう人たちを全然、やっぱり。違いますよね。全然違いましたね。中島さん、次に来るっていうこと自体僕は頭の中にないですから、もうゲストだからあれで終わりだと思ってましたからね。ネロンガの時に。そうです。
まさかまた、考えたとは思いませんよ、それ。ゲストなんか一回でいいと思いましたからね。それはやっぱり何回もね、来ていただけたっていうことは、やっぱり、円谷英二さんの力かなと思いますね。だって、英二さんじゃなかったら、東宝撮影でも俳優はもうやってなかったんですからね。中島春さんはね。東宝自体も専属がもうなくなってた時代ですから、まあ、ゴジラは演じられたと言っているわけですけれど。やっぱり円谷英二さんがやっているプロダクションだからっていうんで、やっぱり呼ばれたら来るということでしょう。他だったら来ないかもしれないですよ。先輩が。はい。まあ、中島さんはこの後、禁じられた言葉のメフィラステージの回で、また、出演を、今度は、はい。顔出しで。顔出しで出演もされてますし、海水星追放の時も顔出しで、はい、親父さんの役やってますし、そうですよね。そして、まあ、宇宙船救助命令、最後の最後に、ヒーラーでまた、戦うわけですけど、この辺のお話はまた、順を追って、キーラーもなかなか名怪獣です。名獣と言いますか。ありましたね。はい。それがね、ただまあ、ここで、ね、中島春先輩とやったという一つの、やっぱり、アクションとしての、流れっていうんですか、要するにここに力を入れよう、ここで表現出せようとかっていう、そう言ってくれたのがやっぱり、後々生きてきてますね。僕の中でね。はい。いろいろな、折に触れて、中島さんから教えられたこと。教えられる。はい。一番やっぱり先輩に教わってっていうのはやっぱり、楽するなやなっていうことね。ちゃんと気を入れてないと怪我するよっていうことね。そういう、一つ一つのなんか言葉が先輩の自分でやってきた感覚で、教えてくれる。惜しげもなくね。普通は教えませんよ。後輩なんか。まあ、そうですかね。やっぱり自分の培ってきた秘密といいますか、演技術みたいなことはそうですか。まあ、見て覚えろみたいな感じ。そうですよ。はい。それはやっぱりね、惜しげもなくね、一つ一つで、もっと教えてくれたっていう、これはやっぱり、ウルトラマンは、中島先輩がいなかったら、あんな動きができてなかったかなと僕は今でも思ってますけどね。そういう意味ではね。だから中島さんが相手だったからこそあんな派手な飛び切りも。そうね。はい。やって、投げた後かっこいいポーズができるしね。そういう意味では、あれですよ、ガボラちゃんは大変な作品なんですよ。今日の一言と言いますと、ガボラに対してどうでしょうか。ガボラっていうより、怪獣は中島春夫先輩ですよ。はい。どんな感じ？ありがとうございました。いただきました。ということで、本日は、第9話電光石火作戦、ウラン怪獣ガボラとの戦いについてお話伺ってまいりました。はい。インさんどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。全然中島春夫さんの話をね、やっぱりさせていただくのはやっぱり嬉しいことで、はい。いつまでも忘れないように、もう肝に銘じてますけどね。はい。まあだから、先輩も、もういい後輩を持ったと思ってくださいませ。どうも、先輩ありがとうございました。ということで、本日の動画はこの辺で終了いたします。はい。皆様、この動画が良かったら、いいねボタン、そしてチャンネル登録もお忘れなく。お願いします。続きよろしくお願いいたします。よろしく。ありがとうございました。また次回お楽しみに。